こんばんは。はるです。今回はゴラッソチーム1ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイソン選手、そして SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、新メイトゴラッソチーム1のティアリストになってます。アイコンとヒーローの強化イベントになってますね。まずは D です。D はですね、ベイビーですね、ベルバトフ、そしてコーラ、フランチェスコリ、そして1枚だけのデンプシーと、この4名になってます。まずはベルバトフですね、総合値89のベルバトフになってます。もちろん全然現環境をね、通用する能力できたんですけれども、まあ、物足りない、選手ではありますね。44というふうなことと、あとは、敏捷性バランス、少し低い数値になってますね。身長もね、190センチ近くありますので、まだモテる選手になるんですけれども、やっぱり他の選手と比べると、ちょっと重い、そんな選手になってますね。冷静さの高さとか、シュートのうまさっていうのは全然あるんですけれども、プレイスタイルの部分で言っても、ちょっとプラスがね、他の方がいいかなっていう風に思ったりはしますので、なかなか使いこなせる人っていうのは限られてしまう、そういう選手になります。そして続いてコーラですね。こちらもですね、総合値が低い方90の、コーラになってます。逆足3という風なことだったりとか、ドリブルが少しね、重たい。あんまり改善されてないコーラになりますので、守備力っていうのはもちろん高くなりますし、フィジカルの強さっていうのも全然あるんですけれども、なかなかちょっと他の部分は改善されていないっていう風な感じになりますね。またペースもね、82という風なことで、もうちょっとね、あった方がいいなっていう風にも感じますし、個人的にはやっぱりここのプレイスタイルのところでも、パワーヘッダーとジョッキいいんですけれども、もうちょっと、いいものはあったのかなというふうには思いますね。かつインターセプトもね、プレイスタイル欲しかったところではありますので、この人もそこまで強くはない、そういう選手になってますね。そして続いてはフランチェスコリですね。この選手も総合値が低い方のベイビーになってますね。89のフランチェスコリになります。この人も結構ベルバトフと似たような選手になりますね。結構多分ほんとジャンル分けしたら同じような、感じで、冷静さは高いんですけれども、ちょっとまだまだ改善する余地があるっていう風な選手になりますね。結構ね、まだ使いやすい選手ではあって、この人もね、シュートは上手いので、全然決めれる選手ではありますけど、4-4っていう風なこと、ここどちらかね、変わって欲しかったなっていうのはありますし、フィジカルもね、特段めっちゃ強いっていうほどではない。で、あとはプレイサルプラスの部分も、やっぱりもうちょっといいものはあったのかなというふうには感じますので、そこまで、このイベントでは強くない選手かなというふうに思いますね。そして続いてはデンプシーですね。デンプシー89のこの1枚のカードのみというふうなことになってます。身長はね、高い選手で、フィジカルも強くって、ラピッドのプラス、あとはペースも上がったっていう風な選手になりますね。で、シュートもね、上手い選手になりますし、結構改善はされた強いデンプシーになったなっていう風には思います。ただ、どうしても使いにくさっていうのがある選手ですし、ベースのね、デンプシーからはもうかなり良くなったんですけれども、そこまで強くはない選手に、強くなったら使いづらい、そういう選手になりますね。他の選手でいいっていう風な感じになってしまいますので、代わりはいるかなっていう風なところですね。そして続いては C ですね。C はですね、目標できましたファンペルシーですね。こちらベイビーになるかと思います。一応目標だったらジュニアと書いてはありますので、ベイビー2バージョンね、出てくるんじゃないかなと思います。多分、後々強い方のファンペルシーが来るんじゃないかと思いますね。で、このカードは目標ということですけど、スキルが5になってる。ここ非常にでかいなと思いますね。ペースの部分だったりとか、あとはドリブルの重さっていう風なところは、まだまだ改善は
必要なんですけれども、シュートが上手かったりとか、パスもね、少し改善をされているという風なことになってます。で、プレイサルプラスが結構この人でかいですね。今週のプラスとテクニカルのプラスっていうのは非常にアドバンテージにはなりますので、こういうのもそこまで強い選手ではなくて、ちょっと使いにくいね、部分はあるんですけれども、ただ目標の選手としては普通に、まだいいかなというふうには感じますね。ファンペルシー好きな方はね、無料でね、取ることできますし、愛も伴ってまだ使える選手になってます。そして続いては B ですね。B はですね、ゴラッソアイコンのプリンツを入れました。プリンツだいぶ改善をされましたね。強くなった選手になるかと思います。総合値プラス2上がりですけれども、ペースはね、プラス8かな、ぐらい上がってますし、逆足5にもなりました。で、フィジカルもね、強い選手になってますし、シュートがね、かなりうまいっていう風な感じになりますね。エアリアルのプラスだったりとか、パワーシュートのプラス、ここもね、ちょっとプレイザルプラス、他の方がいいかなっていう風なところではあるんですけれども、一応今週とかがね、ついていて、まだいいかなっていう風なところと、あとパスもね、改善をされてますし、全然普通にスタメンに入っててもおかしくはない選手になりましたね。ただやっぱり総合値94っていうほどの強さはね、なくって、まだ若干使いにくさはね、残っている選手になりますので、そういうところで A にはいかなかったという風な選手になってます。そして続いては A ですね。A はですね、ゴラッソアイコンのコール、そしてヒーローですね。SB してきましたアルオアイラン、そしてベルバトフ、コーラ、フランチェスコリ、そして目標で、ゲットできますクラウチ、そしてアイコンですね、シャビアロンソと、コーラの選手を A に入れました。まずはコールですね。コール特にですね、逆足が4になったというふうなことは非常に大きいですね。もともと逆足2なんで、そっからね、プラス2で4になったっていうことは非常に大きいなと思います。かつ能力に関してもやはり強くなりましたし、フィジカルちょっと気にはなるんですけど、そのスピードの速さと守備力に関しては全く問題はないっていう風な選手になりますね。あとはクロスのプラスがついたっていうのも結構大きいなと思います。もともと攻撃的なサイドバックで、ぜひちょっと上げてあげたい、そういうサイドバックになりますんで、上げた後もこうちゃんと仕事ができるっていうところでクロスのプラスついたっていうのは、いいなと思いますね。あとはやっぱりそれこそ予測とかね、ついていたらよかったかなというふうには思うんですけれども、ただ、十分トップクラスの LB になります。そして続いてですね、SBC で来ましたアルオアイランですね。90のアルオアイランになってます。やはりラピッドのプラスっていうのはでかいなと思います。ペース非常に速くなってますし、本当に相手を置いていける速さがありますね。かつスキル5になったことだったりとか、今週のプラスがついたっていうのもめちゃくちゃ大きいアップグレードになってますので、これベイビーっていうのはやっぱりすごいなってアロエラン改めて思いますね。今作は初特殊になるんですけれども、多くの方に使われるそんな選手にはなりますね。シュートもね、普通にうまい選手になりましたし、決めきる力があるっていう風なことで十分 A ランクに相当しますね。そして続いてはベルバトフですね。 D ランクにいた89の、ベイビーのベルバトフとはもう全く打って変わって別人級になってますね。こちらスキル5になりましたし、今週のプラスも備えてます。かつ能力に関しても OVR プラス4も違うっていう風なことになってますね。かなり使いやすくなって強さを感じる、そんなベルバトフになりましたね。でフィジカルに関しても強くなって身長の高さを生かした弾き飛ばす力っていうのも全然ある選手になりますし、レーサもね97までいってますので非常に強くなってますね。かつペースもねしっかりありますので、かなりね多くのことができるようになった、そんな選手になります。十分現環境でもトップクラスに入りますね。そして続いてはコーラですね。コーラに関しても本当にベイビーのコーラとはもう全然違うっていう風なことになりますね。こちら逆足4になってますし、プレイしたらプラスの部分でも全然違います。予測のプラスとブロックのプラスがついてます。でかつペースも84まで上がってますね。
で、守備力に関しても本当に全く問題はないですし、予測のプラスついたことでね、よりしっかり取り切ることができるようになった。あとはね、本当に大きいところ、能力比べてもらえればわかるんですけど、ドリブルだったりとか、パスの能力っていうのが、やっぱりベイビーと全然違いますね。なので、ここで取った後の、しっかり対応というか、事故らなさみたいなのもしっかり手に入れたコーラーになりますので、これ非常に強いなというふうには思いますね。個人的にペースの部分、もうちょっと85、6あったらより良かったかなっていうふうに思うんですけど、ただ十分、強い、普通に強いっていう、そういうセンターバックになって出てきましたね。そして続いてはフランチェスコリですね。フランチェスコリに関してもですね、もうベイビーと非常に全然異なった強さを手に入れましたし、この人も普通に使いやすい選手になっていて、今週のプラスもね、つきましたんで、遠目からの今週も全然決めれる選手になってます。あとはパスに関しても、より上手くなったという風なことと、プレッサープラスついてます。で、あとは逆足5という風なことなんで、スキル5いらないっていう方だったら、フランチェスコリは非常にうまく、使いこなせるんじゃないかなと思いますね。ペースも91まで上がってますし、あとはクイックステップとかついてるのが結構この人はよくって、テクニカルもありますし、速さっていうところも見せてくれる、そういう選手になってますので、非常におすすめですね。そして続いてはクラウチですね。目標で、獲得できるクラウチになるんですけど、A ランクにいても自分全然おかしくはないかなと思いますね。それこそ空中戦使うかどうかに結構よるんですけど、なんで本当に人によって評価が分かれると思います。空中戦使わない方だったら多分 A ランクもないと思うんですけど、個人的に今の現環境、空中戦とか使っていった方がやっぱり有利なので、その中で空中戦最強になれる選手ですね、この人は。ジャンプの数値がめちゃくちゃ高くなりました。本当に改善されましたし、もともと身長2メーター超えてるんで、2メーター1センチなんで、多分もう本当に勝てるディフェンダーおらへんのちゃうかなっていうぐらい空中戦は最強選手になるかと思います。で、かつ冷静さも非常に高くって、ドリブルも改善をされてますし、シュートもうまくって、ペースもね、非常に高くなった選手になります。あとパスも出せるっていう風なことと、逆足も5になったっていう風な感じなんで、めちゃくちゃね、本当に誰ですかみたいな感じになってますね、クラウチに関しては。ベースのヒーローのクラウチともう別人ですね。本当に別人級に使いやすくなってますし、強くなってますね。だいぶね、ドリブルに関してもこれまでのクラウチよりかは本当に軽くはなってますので、扱いやすくで、やっぱり空中戦最強なんで、多分サイドバックとされればもう 100% 勝つぐらいの選手になりますし、かなりちょっと理不尽さ、空中戦の理不尽さっていうのがある選手になってますので、これはぜひちょっと目標ですけど取るべき選手になってますね。そして続いてアイコンシャビ・アロンソですね。シャビ・アロンソもかなり強化をされました。特にちょっと懸念をしていたペースの部分がですね、85まで、上がりましたので、サンダーストラックからプラス6かな、6とか7とか、ぐらいまで上がっているのは非常に大きいですね。あとは守備能力も高くなりましたし、フィジカルも強くって、でもちろん振り分ける能力、パスもね、上手くなっていって、若干ね、ドリブルに関しては重たい選手になってはしまうんですけれども、全然まだ改善をされた選手になってますね。冷静さも高いですし、シュートもね、打てるっていうところ、一つ魅力かなと思いますね。もちろん逆足5だったりとかね、予測がついていたらより良かったかなというふうに思うんですけど、インターセプトのプラスだったりとか、ロングパスのプラスついてますので、それこそ直近で来たバースデーアイコンのシュバインシュタイガーかなの上位互換になれる、そんな選手になってますね。そして続いては S ですね。S はですね、ゴラッソ、アイコン、クライフ、そしてボビー・チャールトン、カフー、そしてヒーローですね。ヒーロー、ゴラッソヒーローのアルオ・ワイラン、そしてジノラと、この5名になってます。まずはクライフですね。言わずもがな、もう最強ですね。オーベル97まで、行きまして、前線として何でもできる。そして最強っていう風な選手に。もう何やっても最強っていう風な感じですね。裏抜けしてもいいし、シュートもね、めちゃくちゃうまいし、パスもめっちゃうまいし、クライフだから通ったみたいな、パスもあるし、ドリブルに関してもめちゃくちゃ軽くて、スキルも5で逆足も5っていう風な
感じですね。で、かつクイックステップのプラスもつきましたんで、これはちょっと本当にやばいなっていう風に思います。もうエンドカードになり得ますよね。最後までこの人使えるっていう風な感じになるので、明らかな最強、もうトップオブトップの選手になりますね。そして続いてチャールトンですね。ようやく来ました。初強化ですね。チャールトンスキル4逆足5で、ここ変わらなかったのは残念ですけれども、OVR プラス2という風なことですね。プレイサルプラスの部分はね、もうちょっとね、他の方がいいんちゃうかって思ったりするんですけど、能力的な部分でペースもね、速いですし、シュートもね、結構上手かったりします。結構ってかめっちゃ上手いね。めっちゃ上手かったりしますし、ドリブルもね、かなり軽い選手になるんで、本当にアタッカーとしても、また中盤としてもですね、非常に活躍ができる、そういう選手になってます。一つちょっと残念なところで言うと、ST とか CM とかができたら、よりなんか多くの方にとってスカットに刺さりやすかったのかなと思います。キャムか CF しかできないっていうのは、ちょっとね、スカットを狭めてしまうっていう風な感じになりますので、その中でキャムと CF 以外のところ ST とか CM とかができたら、もうちょっと幅広がったのかなっていう風な、ところで、強さに関しても全く問題ないですし、本当に振りが速い。シュートの振りも速かったりしますので、細かいタッチで相手を外してすぐシュートみたいな、そういうことができる選手になりますので、めちゃくちゃ強い、この人もそういう選手になってます。そして続いてはカフーですね。カフー最強でしょ、この人も。もうかなり強化をされまして、能力的なところももちろんそうですけど、逆足が4になったりとか、スキルが5になったりとか、あとはクロスのプラスがね、ついたっていうところも非常に大きいですね。特にもちろんスキル5大きいんですけど、逆足4がね、個人的にはありがたいなって思います。3から4へのアップグレードですけど、ここはね、結構大きかったりしますね。それこそカフーね、今でも守備力だったりとか、ペースの部分っていうのは全く問題はないんですけど、やっぱビルドアップの部分で、上手い選手が出てきてはいるので、ちょっと不満に思うことあるんですけど、その中でしっかりビルドアップのところも改善をされたっていう風な、カフーになりますので、もう、何もないです。何も言うことがない。もうほんと最強のカフーっていうか、何でもできるカフーとして、登場をしてきました。もう弱点がないっていう風な選手になりますね。それこそ予測とかね、ついてないんですけど、もう、関係あらへんのカフーに関しては、もうしっかり取り切ることできます。身長もね、低いんですけど、もうめちゃくちゃ守備力高い選手で、かつ攻撃にもね、しっかり出ていけるようなカフーになりましたので、ほんと攻守最強っていう風な選手になってます。そして続いてはアルオワイランですね。ヒーローの選手になってます。それこそベイビーの SBC のアルオワイランにプラス総合値が3されたっていうぐらいですかね。スキル逆足も一緒だし、プレイスタイルも多分一緒かなと思うんで、多分能力的な部分でこっちの方が強いっていう風な感じですね。90で若干不満に思っていたところがしっかり改善をされているっていう風な感じですかね。単純に理不尽さがちゃんとついたっていう風な、選手になりますね。やっぱドリブルちょっと重かったりとか、人によっては多分感じるところが若干改善をされたりとか、よりフィジカル強くなったりとかっていう風な感じになるんで、ランクをね、分け隔ててもいいぐらいですね、かなり強化をされてます。プラスはね、結構でかいので、その中で非常に理不尽さをよりね、兼ね備えた、そういうアタッカーになってますね。そして続いてはジノラですね。こちらも最強ですね。トリプルスレッドからプラス2という風なことで非常に、強くなりました。もともと5-5っていう風なところ素晴らしいですし、あとテクニカルのね、プラスもしっかりね、引き続き備わっていると。で、トリベラのプラスはそこまで必要ではないかなって現環境思うんですけれども、クイックステップなんかもついていたり、しますね。この人も本当に理不尽ですよね。フィジカル強いし、でかさがあるのに軽いっていう風な選手になります。で、シュートも上手いし、パスもめっちゃ上手いし、で、単純なスピードに関しても全く問題はなかったりはするので、謎の使いやすさがあるっていう風な選手になりますね。結構やっぱり今作もジノラめちゃくちゃ強いなっていう風には思いますので、もう本当にこの人も最強のアタッカーの一人ですね。こちらがゴラッソチーム1のティアリストになってます。少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。